うわ下北です。はい、やってきました。タンブルウィードです。謎解きですね。ありがとうございます。これ我々は今週1で通ってます、駅前のタンブルウィードなんで、皆さんぜひ覚えておいてください。なんか普通に謎解きしてたら、タンブルの代表の斉藤さんから、たけるさん用の YouTube のやつ作ったんで、ぜひまた来てください。何にもお願いしてないんで、こちらから何もお願いしてないんですけど、もう自ら作ってくださって、本当に僕は一生タンブルを押していきますそれが今日ってことですか？それが今日です。あ、なるほど。で、だから何が行われるのか僕もまだ何も知らないですね。可愛いパーカー着てますねそうなんですよ。それ記事もすごい良くて、深谷さん、最近俺結構クイズノックの動画も見ますけど、意外と着てますね私のめちゃめちゃ着てます。ありがとうございます。武田さんがすごい数プレゼントしていただいたんで、送りつけます。着回しまくってます。じゃあ行きましょうか。はい、行ってみます。レッツゴー。マジか。おお、こんばんは。ああ、もう楽しそう。こんばんは。なるほどなるほどなるほど楽しそうですよ。すごく楽しそう。佐藤健様、ふくら P 様、タンブルウィード謎ベース下北沢へようこそお越しくださいました。佐藤健様とふくら P 様のお二人には、今までここタンブルウィード謎ベース下北沢で2つの謎解きにご挑戦をいただきました。アンサーキューブという謎解きではたくさんのキューブを生成していただき、アンサーボックスという謎解きではたくさんのアイテムを箱に入れていただきました。今回そんなお二人に挑んでいただく謎解きはこちらです。アンサーゾーン。めちゃくちゃだからちゃんと作ってくれたさて、こちらのゲームはお二人で協力して謎を解きクリアを目指していただくゲームとなっております。このゲームではプレイゾーンとアンサーゾーンというものが存在します。まずはお二人の周りを囲っております黄緑色の線で囲われたゾーン、こちらがプレイゾーンです。このプレイゾーンはお二人が歩き回ることができるゾーンとなっております。このプレイゾーンから指1本でも、またアイテムを1ミリでも外に出すことはできません。アイテムもダメなんですね。続きましてお二人の前方にございます青い線で囲われたゾーン、こちらがアンサーゾーンです。このアンサーゾーンはスクリーンに出題された謎の答えを回答するゾーンとなります。なるほど。答えの回答方法には2パターンございます。まずは普通に答えとなるアイテムを置くパターンです。例えばブレッドという答えが出た場合、プレイゾーンの中に散らばっているアイテムの中からブレッドを見つけ、それをアンサーゾーンに置いてせーので答えを叫ぶと正解となります。なるほど。しかし必ずしもブレッドがアイテムの中にあるとは限りません。その場合ですが、なんと謎で回答することも可能となっております。例えばこのようにアイテムを使って答えがブレッドとなる謎を自ら作り、それをアンサーゾーンに置いてせーので答えを叫べばそれでも正解となるということです。ちなみに答えを表すアイテム以外のものが空中含めこのアンサーゾーンの中にある場合には正解と判定されませんのでご注意ください。そしてこのゲームではアイテムとして扱われるものには全て必ずこちらのような黒く塗りつぶされた円形のマークがついております。本当だ。このマークのついていないものはアイテムとして扱われません。なるほど。さて今回の謎解きアンサーゾーンで出題される謎は全部で5問、制限時間は15分間となっております。短くないですか？はい、こちら説明の方が長くなってしまいましたが、制限時間15分のゲームご用意させていただいております。いや違うんですよ。前回2つクリアしてるじゃん。でなんかちょっと我々には簡単すぎたなみたいに言って言いましたね。ちょっと俺らにはちょっと簡単だったから急にそんな感じ。ちょっとな、ちょっとタンブルの火がついてるんですよだから短くされてる。短くもされてるし、多分むずい気がするさあということで意気込みの方いただいてもよろしいでしょうか。面白そう面白そう面白そう
それでは始めてまいりましょう。アンサーゾーンスタートです。第1問はこちらです。おお。トンボ、ヒント、飛行機の、だからあれですね。何文字目かを読んでるんですね。ってことは、ちっちゃいつ、マッシュ、これはハードルだからマッシュルーム、マッシュルームですね。アイテムを1個使い、これマッシュ、これマッシュルームあります。福田さん、これマッシュルームじゃないですか。それマッシュルームですか。これマッシュルームでしょ、絶対に。じゃあやってみますか。これマッシュルームだろう、絶対に。これマッシュルームなの。せーの、マッシュルーム。正解です。それでは一旦時間を止めますので解説をお願いできますでしょうか。福田さんお願いします。いや僕ですか。四角のに入ってる数字がこのイラストの何文字目を拾いなさいという意味で、飛行機に1でついてるから飛行機の1文字目の「ひ」トンボの「に」はトンボの2文字目の「ん」そしてトンボの1文字目の「と」みたいな感じでやっていくと、マッチと、シュークリームとハードルとドラムで拾うとマッシュルームになるということですね。さあそれではどんどん参りましょう。2問目はこちらです。ハートですよね。ハートとコードですかね。そうだね。とってことはここはどこ？タンブルウィード、謎ベース、下北沢。すごいね。で、丸は来すぎてる。来すぎてるからすぐ出る。アナウンスで言ってたんで。だからタンブ、謎ベース、タンブルースです。ブルースか。で、アイテム2個使いブルースを作ります。こちらですね。間違いなく。ブルーとス、なんだ。これはもうこれでしょ。さっき例題で出てましたから。はい。せーの、ブルース。正解です。めっちゃ早い。早いよ。時間を止めますので解説をお願いできますでしょうか。お願いします。武井さんやんないんですか。俺はこの苦手でなんでメモに集中してる。なるほど。左側見ますと、ハートとコードの絵が描いてあるので、六角形がハで真ん中は伸ばし棒で、五角形がトで三角形がコで五角形は同じくトで、ダイヤモンドが、濁点を表しているということが分かります。でそれが分かったら右側の文字を読もうとすると「ここはどこ?」という疑問文になりまして、その「ここはどこか?」の答え、タンブルウィード謎ベース下北沢というのが下のマスにバッチリ入るはずですね。ワードから伸びてる赤矢印は、それを埋めた時のこの矢印が通る文字を拾うとワードになりますよということを言ってくれてるので、同じように、赤のクエスチョンマークの矢印を拾っていくとブルースになると。で、ブルースを答える時に色のブルーとカタカナのスでブルースになる謎を影ルさんが作ったと。さすがのスピードでございました、さて次は3問目となりますが、ここでゴミ箱が登場いたしました、こちらのゴミ箱ですが1問につき1回のみアイテムを捨てることができます、複数のアイテムを一気に捨てることも可能になっており、捨てたアイテムは全て消えます。捨てたいアイテムがございましたらゴミ箱の中に入れて蓋を閉め、蓋の上にありますボタンを押してください、ただしここでご注意いただきたいのは、捨ててはいけないアイテムをもし捨ててしまった場合はクリア不可能となりゲームオーバーとなってしまう可能性がございます。罪だ。一回捨てちゃうと戻ってこないんだ。その通りです。くれぐれもゴミ箱にアイテムを捨てる際は慎重に、捨てる必要がないアイテムは捨てないようにお願いいたします。なるほど。理解はできてないですけど、やってみましょうか。やってみますか。はい、それでは参ります。なんで捨てたいんだろう。それでは3問目参りましょう。こちらです。はい。ふへにのふへにのふへ。これ何ですか？カタカナのスにスになるんだ。ステルスですね。ステルススを捨てたらステルスになるんじゃないですか。おお、それが謎を作るってこと？でもそれ行動だよね。そうだからスを捨てるっていう行動をとって、これがという行動、スを捨てるという行動を謎だと捉えると答えはステルスですよね。ってことじゃないですか。そうだよね。
アイテム1個使い動作で回答せよなんで。あだからいいんだ、合ってるんだ。いいんじゃないですだからこれを巣を捨てて、はいステルスって言えばいいってことだよね。か。そうですね。捨てるときはボタンを押すって言ってたんで。こうやって今入れます。はい。でこれでボタンを押したら巣を捨てたことになるからなるはず。やっていいですか。捨ててみましょう。せーの、ステルス。ステルス。正解です。なるほどなるほど、そういうことね。なるほどなるほど。解説をお願いいたします。これはひらがなをカタカナに、変換して「ふ」と「へ」がくっついてるんで、そのカタカナをくっつけると、カタカナの「す」に見えるということで、同じようにやっていくとステルスが答えになります。なんでこれだけ急に解説したんですか。ちょいちょいやります。ちょいちょいはやる。はい。それでは4問目の準備をしますので少々お待ちください。どうなっていくんでしょうね。これはちょっと全貌が見えないぞ。さて次が4問目となりますが、その前にアンサーゾーンの範囲が変更となります。4問目のアンサーゾーンは黄緑色の線の中となります。プレイゾーンに変更はありませんので、プレイゾーンとアンサーゾーンがどちらも同じ黄緑色の線の中ということになります。はい、4問目はこちらです。 AB が AB、 これで ABCDEF、 はいはいはこれでい。答えは CD ですよね。そうだね。お、アイテムを7個使い回答せよ。 CD。 CD を今問題が CD だから思うにこの数字の四角があるんですよ。最初1問目でなんか文字目拾うのがあったじゃないですか。あった謎を作れるんだ。多分5個は CEDEE をその四角の数字ではまるんじゃないですか。であと2個イラストがあって、だからペロペロキャンディー、ペロペロキャンディーのビはあるか。8910、マッシュルーム。それでいけるってこと。マッシュルーム、本当か。だからマッシュルマッームシュとルーもある。マッシュルームだから3があればいいってこと。3と456があって、ペロペロキャンディーがあって、890があればいいのかな。890。ペロキャンディー、そうですね。マッシュルームの36とペロペロキャンディーの天才。890があったらよくて、なんですけど、これってでもアンサーゾーンに他のものあることになっちゃうのかな。一回叫ぶだけ叫びます。他のものあることになるんだろうね。一回叫ぶだけ叫んでみようか、はい、せーの。 CD。 残念ながら答えが CD になっていないようです。でものが多いからってことですよね。マッシュルーム、だから点がついてると全部捨てるってこと？てかさ、これを1234567、あ、これ7個だね。はい。全部捨てたらやばいよね。絶対にやばいよね。二度と。ほらむずいじゃん。ほら急に上げてくるんだから難易度。まあこれが CD なことは間違いないな。アンサーゾーンが広くされちゃって逆に困ってるんだね。そうです。だからこれとかが多分判定に入っちゃうからダメなんですよ。これ今のままだと。まあ普通に考えたらそれ以外全部捨てればいけるんだが、捨てていいのかってことだよね。この外にもダメって言ってますよね。外も壁だからダメで、でもやっぱ捨てるしかないんじゃないの。てか次の謎が何か分かんないのにやるなんてそんなバカな。1234567個使ってる。そうだから別にこれかこれじゃないかとかに関係なく、そもそも7つ以外はやっぱ捨てないとダメなのかな。マジで捨てる？いいのかな。でも他にもうちょっと考えますか。多分無理じゃない。だって別に本当おっしゃる通りで、そうなんだよ。これ以外で作ったとしてもどうせそれ以外は捨てないといけない。だからほとんど捨てなきゃいけないのはもう間違いないですよね。捨てよう。捨てますか。捨てる以外にないでしょ。
黒い点がついてないやつは捨てなくていいんで置いときましょう。不安が、いいのか不安な。がすごいよ。こんなに何にも使わないボール。なんか使ったっけ？ブルーにだけ使った？ブルーは使った。それだけ？本当？やだなこういうの。や嫌だな。本当？あ、これもだ。本当？でボタンを押しちゃう？いいんですね。いいんですね。押しますからね。うわここで積んでとかなんないですよね。押しますよ。ー。いいですね。まあでも押します押か押しました。捨てちゃいました。ということで叫びましょう。やってみそうもうしょうがないですね。せーの。 CD。正解です。いいのかな。さてそれでは時間を止めますので一度解説をお願いいたします。アルファベットの ABCDEFGH と、なると A と B のところを、通ったので、左のイラストは AB、 同じように右のイラストは A となるので、真ん中の矢印は CD を通っているので答えは CD です。で CD を作るために一番最初に解いた謎ですねの要領で、マッシュルームの3文字目と6文字目、ペロペロキャンディーの8文字目9文字10文字目を拾うと CD になるので、 CD が答えになる謎を作って他のアイテムを全て捨てました。やっちゃいました。やっちゃいました。もう我々にはこれしか残されてません。はい解説ありがとうございます。さあそれではいよいよ最後の謎に参りたいと思います。はい。現在経過時間が9分40秒結構ということで結構さっきの残り時間が5分20秒となっております。はい。さて最後の謎ですが、プレイゾーンもアンサーゾーンもなんとこの謎ベース全体となります。さてそれでは参りましょう。最後の謎はこちらです。イエローの2文字目ってことか、でグリーンの5文字目だから ONE ワン、アイテムを4個使いワン。 ONE アイテムを4個使いワンを。ですね、はい。私ずっと気になってたんですけど、はい。アンサーゾーンの、はいはいゾーンの O の真ん中に黒いのがあるじゃないですか。で ONE いけますね。それではい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 。それがありそうなんじゃない？アンサーゾーンの Z がなければ1なのよ。ほらおおはいはいはい。おおでだからまず黒い点があるからアイテムとしては認められる。見なされる。あと3つアイテムを作ってその謎になればいい。文字目でいいんじゃないですか。12345678910。本当だ。 OK。 これで全部作ればいいんだ。アンサーゾーンの34567367890。ちょうどだ。ちょうどだ。ワン。早っ。はい。なめるなよ。なめるなよ。捨てていいですか？さすがにいいんじゃないですか。ただ最悪他に黒丸があるかもしれないから1回捨てて、これが今4個使ってワンなことは間違いないよね。だから1回捨てて1問につき1回しか使用できないんで、そっか、今ボタンを押さないで。今まだ黒丸があったら終わりなんだ。あれアンサーゾーンもなくなったんですよ。プレイゾーンだけ。プレイゾーンとアンサーゾーン両方とも全部になった。じゃあここに黒丸があったらやばい。黒丸探しですねこれは。黒点探しだ。ないけどね。大丈夫ですかね。空中にもあったらダメって言ってたんで。空中でもあったらダメって言ってた。大丈夫かな。天の声から失礼いたします。お二人がすでに見つけたアイテム以外に黒丸のついたアイテムはなさそうです。よし、
じゃあいけんじゃない？いけますかね。捨ててワンだもん答えが。いけてますかね。じゃあ押しますよ。ないって言ってたから黒丸、天の声が黒丸はもうないって言ってたから、とりあえず捨てますね。やっちゃいましょう。せーの、はい、捨てました。そしてワンを答えましょはい。う。せーの、ワン。正正解です。ということでこちらでアンサーゾーンクリアです。おめでとうございます。さてそれでは最後の謎解説をお願いできますでしょうか。最後の謎はこう黄色いボールが2個あるのはこうイエローの2文字目をアルファベットで書いた時の2文字目を拾って E、 グリーンの5文字目を拾うと N、 レッドの3文字目を拾うと D なので上はエンドになると。同じように下をやると ONE で1になります。真ん中はピンクですね。ピンクの3文字目なんで N で1になるので、ちょうどアンサーゾーンのですねこう ZONE の O の真ん中に黒い丸がありますね。なのでこれはこうアイテムとして見なされるということが分かったので、アンサーゾーンっていうアルファベットで書いた時の全部で9文字、アンサーゾーン9文字なので、その8文字目9文字目10文字目を拾うと、ONE が拾えて答えが1になるので、その4つのアイテムを使ってあと他全部捨てて答えました。さあということでここで気になるお二人のクリアタイムを発表させていただきます。佐藤健様そしてふくら P 様のアンサーゾーンのクリアタイム12分20秒となっておりました。クリアおめでとうございます。さあということで今回のアンサーゾーンですが、ちょっとお二人には簡単すぎましたでしょうか。ちょっと簡単すぎました簡単でしたね。なるほど、はいもしかしたらですねそうおっしゃるかなと思っておりまして、実は本日もう一本別の謎解きをご用意しておりまおいおいおいす。ということで今回は挑戦的な謎解きをもう一本作らせていただきました。やった。それがこちらです。アンサーエリアもうアンサーゾーンは完全に前振りだったやってきてるうわ。わそうなんだ。それでは今回のアンサーエリアゲームの説明をさせていただきたいと思います。さてこのゲームではプレイエリアとアンサーエリアというものが存在します。まずはプレイエリア、こちらはお二人が歩き回ることができるエリアです。このプレイエリアから指1本でもまたアイテムを1ミリでも外に出すことはできません。続きましてアンサーエリア、こちらはスクリーンに出題された謎の答えを回答するエリアとなります。答えの回答方法には2パターンございます。まずは普通に答えとなるアイテムを置くパターンです。例えばブレッドという答えが出た場合、ブレッドを見つけそれをアンサーエリアに置いてせーので叫ぶと正解となります。しかしもしブレッドがない場合、このように答えがブレッドとなる謎を作っておきせーので答えを叫んでも正解となります。言ってました言ね。ってたね。そしてこのゲームではアイテムとして扱われるもの全てに必ずこちらのような黒く塗りつぶされた円形のマークがついております。エリアにもあるよ。このマークのついていないものはアイテムとして扱われません。一緒だ。そして今回のゲームでは各ステージで使用したアイテムは正解後に回収されます。またお二人から見て左前方に穴が出現しております。あちらは本当の穴ですので上に乗ったりは絶対にしないようにお願いいたします。落ちちゃうんだ。さあということでこちら全く見たことのない新しいルールの謎解きとなりますがいかがでしょうか。いやマジでタンブルウィードに手玉に取られてるわすごいね。俺の感情をこんなに揺さぶってくるとは毎回毎回すごいね。分かってる。人を楽しませるということを分かってるありがとうございます。気持ちいいですね。気持ちいいよここまでされるとね。ありがとうございます。さてそれでは今回の謎解きアンサーエリアですが、出題される謎は全部で4問、制限時間は15分なんですが、今回は先ほどの謎解きアンサーゾーンをクリアした際に残ったタイムが制限時間に加算されます。ということで制限時間は
17分40秒となります。さあということで制限時間は延びましたが、今回はとても挑戦的な内容となっております。成功は至難の技かと思いますが、ぜひクリアを目指して頑張っていただければと思います。頑張りましょう。これは頑張りたいね。それでは始めてまいりましょう。1問目はこちらです。アイテム7個使い3つでできちゃうやつよ。うわすごい。ちょっと無理です壮大な伏線回収です。すごい。